道具と材料です。ハサミ、刺繍枠、ビーズが通る針と普通地用ぐらいの針、ビーズ用の糸とポリエステルの糸、これは縁かがりに使うんですが、これを縁かがりに使っても大丈夫です。平やっとこ、丸やっとこ、ニッパー、水で消える茶粉、それから油性ペン。接着剤は動画の中ではいろいろ使ってるんですが、多用途タイプが1本あれば大丈夫です。それからこういった図形のテンプレートがあると便利です。丸を使います。刺繍の土台の生地、これはシーチングぐらいの厚手の綿の生地です。それから接着芯、不織布の厚手を準備しました。それから真珠のプラ板、裏地の合皮です。天然石、さざれの穴が開いているタイプです。特徴ビーズ、クリアと紺、4mm のパール、3mm のパール、丸小ビーズ、それからチェーン、イヤリングパーツ、これは缶がついていないタイプを使います。今回は手元になかったので、ここをニッパーで切り落として使いました。それから丸缶と 0.5mm のワイヤーです。生地に接着芯を貼ります。生地の裏面を表に置いて、接着芯の糊のある方を下にして生地の上に乗せます。当て布をしてアイロンで上から圧着します。接着芯が貼ってあるところに直径 25mm の円を描きます。刺繍枠に生地を貼ります。天然石を刺す4分の1ぐらいの範囲のところの円をバックステッチで刺していきます。これは輪郭をはっきりさせるためだけにするステッチなので、糸は何でも大丈夫です。ビーズ糸を針に通して二重にして玉結びをします。針を生地の裏から出して一度縫います。もう一度針を裏から出して天然石、特徴ビーズの順に針に通します。特徴ビーズを避けて天然石のみに針を通します。そして生地に針を刺します。一度縫っておきます。同じようにいくつか天然石をつけます。天然石を刺し終わりました。1、2回縫って玉留めをします。5mm のパールを刺します。糸は二重にして玉結びをしています。刺し始めの処理をします。裏から針を出してパールを1粒取ります。パール幅より少し狭い幅で針を落とします。刺し始めから針を出してもう一度パールに針を通します。次のパールを取って同じように刺していきます。5mm と 3mm のパールを同じように刺します。5mm のパールが刺せたら一旦裏で刺し終わりの処理をします。そしたら1本だけ糸を切って表に返して
1針縫って3ミリのパールを刺していきます。刺し方は5ミリのパールと一緒です。3ミリのパールが刺せたら白い丸小ビーズを刺します。刺し方は一緒です。針を落とすときはビーズ幅にします。最後まで刺せたらもう一度針を出して刺したパールとビーズにもう一度針を通します。続いてこの内側に紺とクリアの特徴ビーズを刺していきます。今度は2粒ずつ刺していこうと思います。2粒のビーズ幅で針を落とします。ビーズとビーズの間から針を出して後方向のビーズに針を通します。次のビーズを2粒取ってまた同じように2つのビーズ幅で針を落とします。これを繰り返します。刺したビーズに1周針を通していきます。水に濡らした綿棒などで下絵を消します。刺繍枠から生地を取り外します。5ミリほど余白を取って生地をカットします。生地に切り込みを入れます。内側にも切り込みを入れていきます。端を接着剤でつけていきます。いつもは、水性の接着剤、木工用ボンドみたいなのを使うんですけど、今日は接着芯が貼ってあって接着がしにくいのでこちらのボンドを使います。余白の部分と刺繍してある部分と両方に塗ります。塗った後少し乾かします。ちょっと固まった感じになったら余白を裏に折り込んで接着していきます。内側も同じように接着していきます。しばらく乾かします。乾かしている間にこのチェーンのパーツを作ります。チェーンを8センチの長さに切ります。天然石2粒と約5センチに切ったワイヤーを2本準備します。メガネ止めをしていきます。ワイヤーを穴にくぐらせて短い方2センチぐらい出しておきます。形に沿って折ります。こちらの長い方も形に沿って折って
2つを交差させます。交差させた上を平ペンチで持って2回ほどねじります。短い方のワイヤーをニッパーでカットします。長い方のワイヤーを90度に折って丸ペンチで挟んで輪っかを作ります。先ほど切ったチェーンの端に通します。輪の部分を平ペンチで持って長い方のワイヤーを巻いていきます。余っているワイヤーを切ります。反対側にも同じようにつけます。接着剤がある程度乾いたら真珠と裏地の準備をします。真珠のプラ板を表に合わせて油性ペンで形をなぞります。線の内側を切ります。中はカッターを使うと切りやすいです。刺繍したものよりも 1,2 ミリ小さくなるようにカットします。裏地に表地の形を水で消えるペンを使って写します。真ん中だけカットします。段差があるので刺繍の余った生地でここを埋めます。だいたいの大きさにカットして2枚貼ろうと思います。イヤリングパーツを縫い付けます。つけた時にこんな状態になるようにつけます。多用途の接着剤でこれらを貼り合わせていきます。まずはイヤリングパーツに接着剤をつけます。こちら側にもつけます。真珠に接着剤をつけます。向きに注意します。表と真珠を貼り合わせます。ある程度乾いたら裏地を貼ります。この真珠の部分に接着剤をつけていきます。後で縁をかがるので端ごまでは接着剤をつけなくて大丈夫です。しっかり乾かします。乾燥してきました。周りをカットしていきます。縁かがりしていきます。糸はさっき使ったビーズ糸でもいいんですが、今日はこの裏地の色に合うセリアで見つけたポリエステルの手縫い糸を使ってみようと思います。40番手だけど思ったより細い糸です。細いので二重にして使ってみようと思います。こっちの糸なら1本で大丈夫だと思います。この合皮、裏から表に針を出すと裏のこの繊維が出てきてしまうので、こっち刺す方向で縫っていきたいと思います。まつり縫いの要領で縫っていきたいと思います。表地の中の方に一度針を通して合皮の表側から針を刺します。表地を一針すくって裏地の表側から針を刺します。これを繰り返します。
最後は玉留めをして表地と裏地の間に針を刺して適当なところから針を出して玉結びを隠します。内側も同じように縫います。天然石の小さい方がついた方のチェーンの端から3センチのところに丸カンを通します。2つのパーツをつなげます。完成です。